はい、メカ好きおじさんチャンネルです。今回は自分でジムニー JB64W のバッテリーを交換した時の動画です。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。これは納車から2回目の交換になります。1回目は2018年に納車してから2年4ヶ月後にエンジンの始動が重くなってきたので交換しました。それから4年経って今回の交換になります。いつも補充電をしていたのですが、思ったより早い交換になったのはあまり乗っていないせいでしょうか。バッテリーを交換する方法は、1、ディーラーで交換する。2、カー用品店で交換、あるいはバッテリーだけ買って自分で交換。3、ネットで購入して自分で交換するのいずれかです。ディーラーでジムニーのバッテリー交換を依頼すると工賃込みで2万円を超え、しかもバッテリーの性能的には今乗っているのと同等のもののようです。カー用品店で購入すれば工賃やバッテリー自体ももう少し安いようです。ネットで購入すればかなり安く手に入りますが、外したバッテリーの廃棄方法が気になりました。でもネットショップによっては無料で廃棄バッテリーの引き取りもやってくれます。前回交換した時もネットで購入してそのまま古い方のバッテリーを引き取ってもらいました。実際に廃棄バッテリーが回収してもらえるかどうかはご自身で確認してください。納車の時についてきたのは右側の古川バッテリーです。規格表示は 55B24L というものです。最初の2桁55は性能ランク、 B は短い方の奥行きで 129mm、 24は長い方の長さが 24cm、 最後の L はバッテリーを上から縦長に見て手前のプラス端子が左側にあるのが L タイプです。前回交換した時にサイズは同じで性能ランクを55から80にアップさせたパナソニックのカオスというバッテリーです。性能がまずまず良かったので今回交換用に用意したのも前回と同じカオスバッテリーにしました。ネットで購入しましたが注文した翌日には届きました。4年前には1万円程度でしたが今回は1万5000円を超えていました。早速開けていきます。納品されてきた箱を開けると中に変装用の伝票が入っていました。古い方のバッテリーの処分もこちらのサイトでは無償回収してくれるので助かります。重さが 12.5kg もあるので取り出すのも大変です。取っ手がついているのが便利です。ここからはバッテリーの交換方法です。使用する工具などは 10mm のスパナー、これはバッテリー端子専用の赤い絶縁カバーのついたものです。同じく 10mm のソケットレンチ、あとは作業用のゴム付き手袋、そしてもう一組革の手袋を用意しています。バッテリーターミナルを外す前に固定しているナットを少しだけ緩めておきます。このナットは 10mm のサイズでダブルナットになっているのですが、金具が邪魔していてスパナではやりにくいです。ソケットレンチの方がいいのですが、ネジを切ってあるステイが長くて普通の使い方ではソケットレンチが届きません。そこで正しい方法ではないですが、一旦ソケットを外しナットにかけたら軽くレンチを乗せて回せば緩めることができました。最初に外すのは必ずマイナス端子からです。これは重要なので必ず守ってください。このナットを緩めます。ナットは完全に取り外さずにこの程度緩めれば OK です。完全に外してしまってもしエンジンルーム内に落としてしまうと取り出すのが面倒なので注意します。緩んだら接続している端子をゆすりながら外します。念のため外したマイナスケーブルにはエンジンやボディに触れないように革製の手袋をかぶせておきます。
次にプラス側端子のカバーをめくってナットを緩めます。同じように外したら手袋でカバーします。ターミナルが外れたのでバッテリーを取り出します。先ほど固定用のナットを緩めてありますので、あとは手で回せます。ナットを外したら長いステイが下に落ちないように気をつけます。片側は穴ではなく切りかけになっています。バッテリーは重たいので落とさないように慎重に取り出します。バッテリーを外したスペースには黒いトレイが乗っています。結構汚れていますね。交換用のバッテリーを箱から取り出します。バッテリーについているのは3年間の保証書です。今回は4年使ったのでまずまずでしょう。取っ手を持って倒さないように気をつけます。バッテリー自体にも寒い冬場の効果を期待して断熱材を巻いてあります。これって実際の効果があるのか気休め程度なのか分かりません。新しいバッテリーと並べて比べてみました。サイズや端子の位置関係は同じです。新しいバッテリーをセットします。向きは今までと同じに赤いプラス端子が奥側になるようにします。バッテリーがセットできたら取っ手は不要なので外します。根元の左右の部分をつまんでロックを外しながら下にずらせば取っ手が取れます。バッテリーの端子に保護絶縁のためにかぶせてある赤と黒のプラスチックのカバーをひねって外します。
このキャップは後で古いバッテリーを変装するのに使うので取っておきます。ターミナル端子の取り付けは必ずプラス側から行います。カバーを外してナットを締めます。このナットも締めすぎないようにします。もし先にマイナス端子を取り付けてしまって絶縁でないスパナで作業をしている時にエンジンルーム内の金属部分に触れてしまうとショートして大変なことになります。そういった理由からも必ず端子の取り付けはプラス端子から行います。最後にマイナス端子にケーブルを接続します。バッテリーをステーで固定します。長いネジの L 字型下部を車両本体に開けてある穴に引っ掛けてからナットを締めます。あまり強く締めすぎるとボディに負担がかかるので注意します。
全体に歪みや緩みがないかチェックして作業完了です。エンジンが始動できるか確認します。力強く始動できました。これなら大丈夫そうですね。エンジンの始動性向上、オーディオの音質向上も謳っているパナソニックのカオスバッテリーですが、その効果は分かりません。ところでバッテリー交換のために外すと AV 機器などのメモリーがリセットされてしまうので、交換時にはバックアップ電源を接続するのが必要と言われています。でも前回交換した時もそうでしたが、カーナビのメモリーや2つのレーダー探知機、前後のドライブレコーダー、アラウンドビューモニターのセッティングなどリセットされることなく作動しました。カーナビの学習状況や登録してある電話帳なども消えていません。ただし運転席側のパワーウィンドウスイッチだけはオートが効かず自動で上まで閉まりませんでした。これのリセットのやり方は、運転席側のスイッチを下に押し下げて全開にした後、次に上に上げてしまった後もさらに2秒間押したままにします。最後に廃棄バッテリーの処理方法です。端子には新しいバッテリーについてきた赤と黒のカバーをつけておきます。返却するには納品されてきたパナソニックの白い箱に入れて送り返します。さらにその外側の箱は不要でした。箱にしまうときはこの向きに入れないとうまく蓋が閉まりません。返送方法の書いてある通りにネットで回収依頼をします。前回は佐川急便でしたが、今回は福山通運でした。納品されてきた時についてきた返却用の配送伝票に自分の住所、氏名を書いて貼って送ります。思ったより簡単にバッテリー交換ができました。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。